はい、皆さんこんにちは、モノルです。コントローラー好きの人たちの中でね、ごく一部の人たちがね、かなり注目しているこちらの基板ですが、ついに私の元にもやってきました。この基板が一体何かというとですね、マリウス・ハイヤーさんって読むんですかね。ちょっとね、正しい、お名前の呼び方わからないんですが、その方がね、作成されているですね、真の 8000Hz ポーリングレートを実現したデュアルショック4向けの基板になっています。はい。マリウスさんの説明によるとですね、こちらの基板を使うことで 0. 何ミリセカンドっていう超高速な今までにない低遅延が実現できるっていうことです。計測方法によってね、いろいろその遅延の値っていうのは変わってくるんですが、こちらの基板だと以前の基板とは比べ物にならないぐらい速いっていうね、そういう謳い文句になってます。そんな超高速な基板っていうのをこのデュアルショック4に実装して検証とかをね、やってきましたので、見ていただきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい。で、こちらのマリウスのね、基板を実装したデュアルショック4ですが、残念ながらね、PlayStation 4とか5とかでは使うことができません。PC のみ対応っていうことになっているので、その点だけね、注意が必要です。それでこちらの基板の価格とかね、入手方法についてちょっと見ていきたいんですが、まずこのレクトロン Z っていうウェブサイトですね。こちらでですね、プロトタイプオープンということで、誰でも購入できるという形で販売していました。私が購入した時はね、この価格で購入していてですね、この基板だけですね、あとちょっとね、もう一つパーツはついてるんですが、これで、価格が、現在の為替レートで 17,580 円ということでしたね。かなりね、基板単体としては高額なんですが、ものすごく中身の部品類が高級なものを使っているっていうことでですね、この価格もやむなしかなっていう気はします。もう一箇所ですね、このティンダイかな。はい。こちらでも販売していました。こちらだとちょっとね、お値段高くなっていて、18,000 円ってことですね。どちらも残念ながら今、アウトオブストックっていうことでね、売り切れになってしまっています。こちらね、あくまでこのプロトタイプっていうことでですね、本当にね、ハンドビルド。このマリウスさんという方がですね、手で自作しているっていうことでですね、現状はかなり希少な製品になってしまっています。ただね、この方のね、パトレオンの方ですね、こちらで、いろいろ投稿を見ていくとですね、自動化してね、この制作作業を、早くしたいっていうことを語っていらっしゃったりね、あとはね、バトルビーバーさんの方からもですね、こちらの基板が、最終的には製品化されるっていう話もちょっとあったりとかしてですね、その辺あまりちょっとね、確実なこと言えないんですけど、今後ですね、相当大きくね、製品化されていくっていうことも期待できそうっていうことになってますので、現状ちょっと入手性に問題があるっていうところはあるんですが、早くから試したいっていう方はね、こちらのね、ウェイトリストの方に登録しておいてですね、販売が再開されるのをお待ちいただくかですね、もう一個ですね、一応ですね、このパトレオンの方でね、パートタイムプロトタイパーかプロトタイパーあたりですかね。このあたりのね、メンバーシップに入ると優先的に購入できたりっていうこともあるようなのでですね、よくね、こちらの投稿とかをですね、しっかりお読みになってですね、入手できるかどうかとかを確認していただいた上でですね、このあたり探してみてください。はい、そしたらこちらのね、基板の方をまずはじっくりと見ていきたいなと思うんですけど、ここにね、リスク V WCH-CH32V307JDM5X って書かれています。これがおそらくこの基板の型番なのかなとは思いますね。非常にかっこいいデザインがね、されてて、この基板だけですごくね、いいんですけど、スティックがね、一緒にくっついて届けられました。で、ここのセンサー部分とかがね、非常に特殊なものになっててですね、裏面見ていくとね、5ピンになってますね、ここが。通常のですね、デュアルショック4とかですね、一般的なコントローラーはここが3つのピンしかありません。ここがね、スティックのセンサー部分のピンになるんですが、こちらはですね、5ピンになっていて、どうもデジタルでね、同期通信をしているっていう、そういうセンサーになっているみたいですね。こちらのね、センサー以外のスティックモジュールは銀フル製が使われています。銀フル製の筐体非常にこのね、軸部分とかですね、この
ガイド部分の強度が高いということで、マリウスさんがね、こちらを選ばれたっていうことですね。で、こちら見ていただくとですね、DS4 の基板との違いがいくつかあります。まずこのオーディオ、ヘッドセットジャックとかですね、このあたりっていうのは省かれてます。またね、通常振動機能が実装される部分っていうのの端子がありませんので、こちら振動機能もオミットされてます。またここにね、タッチパッドの端子っていうのが普通の基板にはあるんですが、こちらにはありませんので、タッチパッド機能っていうのもオミットされてます。通常のね、タッチパッドボタンだけが反応するっていうね、そういう仕様になっていることには注意が必要です。すごくシンプルな機能しかないんですが、一応ここの端子で拡張ボタンっていうのをね、どんどん追加していくことができるので、自分で好みのね、追加ボタンっていうのを、主に背面ボタンですね、そちらを追加していくっていうことができるようになってます。私もエクストリームレート製の背面ボタンキットを使ってですね、背面ボタンを追加したので、そちらのやり方も後で解説したいと思います。そしたらちょっとね、このスティックのセンサーをちょっと開けてみてみたいと思います。折れた。終わった。最悪や。うわ、これ終わりや。そんなわけでね、見事にぶち折ってしまったこちらのセンサーなんですが、おかげでね、中身見ることができました。はい。ドーナツ型の磁石がついてます。ちょっとアップにしてみようかな。はい。このような形でね、ドーナツ型の磁石がしっかりあって、で、センサー部分っていうのがこの、ど真ん中に配置されてます。ドーナツ型のこの磁石ですね。N 極と S 極が円周上に配置されているっていう、そういう磁石になっていてですね、それをしっかりリニアにセンシングして出力してくれるっていうセンサーが使われていました。これでですね、このようにくっついていればですね、しっかりリニアの出力がされるってことですね。これを確かめるために見事にこのね、センサーを折ってしまったんで、本当にショックなんですけど、まさかここにね、基板が貫通してると思わなくてやってしまいましたね。皆さんはね、ぜひ気をつけてというか、これを外さないようにお気をつけくださいっていう感じですね。これね、スティックモジュールだけを販売してくれたら非常にありがたいんですけど、そしたらね、ここだけね、交換できるんですけどね、そのあたりもね、もしかしたらバトルビーバーとかが販売するようになれば交換用スティックモジュールとかも販売してくれるのかななんて期待したりはするんですけど、それまでちょっとこのボードに関してはお蔵入りかなっていうことになってしまいました。はい。いやー、このボードをつけたデュアルショック4をメインコントローラーにしようっていう風には考えてたんですけど、これでダメになりましたね。本当にショックですね。さすがにね、もう一台買うっていうようなね、財力はございませんので、これをなんとか直せたらなっていう、このパーツを販売してくれたらなっていうのをちょっと待ちながらですね、他のコントローラーを使っていこうかなっていう感じですね。それでこちらがね、センサーチップなんですけど、ちょっとね、いくら拡大しても多分見えないかな。見えるかな。こう向きですかね。これマグンテック 6701STD436 って書かれたセンサーチップ IC ですね。このチップがどうもですね、SSI って呼ばれるシリアル通信ですね。で、同期通信で、このおそらくここのね、中央演算チップっていうんですかね、通信しているみたいですね。で、その同期通信のクロックっていうのをね、設定できるようになっているみたいなんですけど、8000Hz でね、このセンサーとも通信しているっていうことにどうもなってるみたいなんで、言ってみればね、こちらのスティックっていうのはですね、デジタルスティックっていうかね、そんな感じになってますね。デジタルセンサースティックっていうんですかね。今までの普通のスティックっていうのはですね、電圧の工程でね、こういう、中央演算チップがですね、この角度っていうかね、スティックの位置をね、割り出してたんですけど、これに関してはね、デジタルで、今までのっていうかね、普通に市販されているスティックモジュールっていうのはアナログっていうことで、マリウスボードが初めてね、このスティックモジュールのセンサー部分デジタル化しましたよということになりますね。それでどんなメリットがあるのかっていうのは私もちょっとあんまりよくわからないんですが、やっぱり精度ですね、検出精度が上がるっていうところと、リアルタイム通信ができて高速にその現在地っていうのをですね、
このね、チップとやり取りができるっていうところにメリットがあるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、それでマリウスのボードのですね、スティックの重さですね。こちら見ていくと 60g フォースぐらいですね。純根が 75g フォースなんで、ややね、柔らかめのスティックになってます。サードパーティー線コントローラーでは一般的なね、重さのスティックっていうことになりますね。センタリングの強さとかですね、遊びの大きさ、あとはスティックテンションのかかり方とかもですね、非常にいいかなっていうふうに感じます。はい、それで、マリウスボードのスティックの感度カーブも計測してきました。見事にリニアかなと思います。リニアとの誤差も見てきたんですが、このような形ですね。ホールエフェクトらしくちょっとギザギザ感っていうのはね、あるんですけど、かなりリニアに近いかなって思います。左右差がね、若干あるんですけど、これはね、私のこのデュアルショック4のね、本体のね、このボディの方ですね、こちらがちょっと歪んでいるせいかな。ややね、右寄りにスティックの中心が来ているっていうことが原因かなというふうには思います。はい、それで、マリウスボードのね、遅延の方も計測してきたんですが、今回からこちらです。プロメテウス82っていうですね、こんなね、3D プリントされたこの計測機を使ってですね、計測を行ってきました。今までの計測方法とちょっと違うので、同じ 8K のコントローラーですね。PXN の P5-8K とレーザーのウルヴァリン V3 トーナメントエディション 8KPC っていうね、この2台の遅延の計測もやってきました。なんで、そちらとの比較してどれぐらいこれが本当に速いのかっていうのを確かめていきたいと思います。はい。で、プロメテウス82っていうのはですね、ゲームパッド LA さんをね、運営しているジョン・パンチさんっていう方が販売しているツールでですね、こちらの計測器で、計測した遅延の結果っていうのもこのゲームパッド LA でですね、見ることができます。たくさんグラフ出てるんですが、まず、そうですね、ボタンの遅延から見ていきたいと思います。はい。この3つですね。はい。一番左がもちろんマリウスのボードです。で、2つ目、こちらが、そうですね。こちら、2つ目が PXN P5-8K で、こちらがレーザーですね。見ていただくと、一目瞭然ですね。早いです。とっても速いですね。平均で見ると 1.43 ミリセカンドっていうことですね。レーザーの方 2.21 ミリセカンド、PXN1.72 ミリセカンドっていうことです。PXN に関してはね、以前の計測方法だと 0.5 ミリセカンドっていうね、もう計測限界に達していたんですが、このね、計測方法にしてね、ちょっと差が出て、いるかなっていうことなんですけど、こうやって比べてみるとやっぱりですね、今まで出たコントローラーの中でも最速っていうのは間違いないんじゃないかなと思います。で、スティックの方の遅延もね、見ていきたいと思います。こちらの方がですね、わかりやすいかなっていう気がするんですが、よいしょ。こうですかね。はい。マリウスのボードこちらですね。で、PXN レーザーです。やっぱりレーザーの 8KPC に関してはちょっと遅いですよね。PXN かなり優秀な方だと思うんですけど、マリウスのボードがね、あまりにも速くてですね、なんと平均 1.63 です。ボタンの遅延 1.43 ですから、ほとんど変わらないですね。PXN は 5.34、レーザーは 6.45 ということで、スティックの遅延に関しても明らかに圧倒的に速いです。実際に使ってみるとですね、特に R5 リローデッドなんかでね、1V1 で試してみるとですね、なんか私の感覚ではあるんですけど、本当に速いような感じっていうのは実際にしました。スティックのね、追いエイムの感覚っていうんですかね、このね、マリウスのボードに関してはですね、なんかすごくまるで自分が反応速度が上がったかのような感覚で動かせてですね、私はこれ体感できたような気がしたんですよね。あまりにも微細な違いなんですけど、このね、わずかな5ミリセカンドとかの差っていうのも意外と効いてんのかなっていう気は正直しました。もはやですね、コントローラーとかね、この入力機器の遅延っていうのは全く問題がなくてですね、おそらく、グラフィックボードであったりとか、モニターの遅延であったりとか、そのあたりの遅延っていう方がですね、大半を占めてくるような状況になってきているのかなって、このね、ボードに関しては思います。とにかくですね、爆速って言っていいですね。両方ですね、スティックもボタンも1.4、1.6 っていうこの速さは本当に素晴らしくて、このボードしかね、これを実現するようなコントローラーっていうのは現状出てないかなっていうふうに思います。
はい。で、基板の方をですね、ちょっと破損する前までにね、撮ってたハイライトの方ですね、Apex のランクでのゲームプレイっていうのを見ていただきたいと思います。Call of Duty とかですね、は、ちょっと今回省かせていただきたいと思うんですが、ランクでもね、もちろん強いんですけど、やっぱりですね、R5 で明らかに大きな違いを感じたっていうところで、ランクの方ではね、そこまで違いを感じないっていうかですね、むしろですね、なんか8000Hz っていうところでですね、FPS がね、だいぶ下がってしまって、普段ここまでですね、この街中での戦闘で 100fps を切っている状態がずっと続くなんていうことはあんまないんですけど、やっぱり 8000Hz で動かすと厳しいのかなっていう気がしました。なんで、できればね 4000Hz とかね、そういったところで、動かすのがこのコントローラーに関してはいいのかなっていう気がします。そのあたり最適化する方法とかがね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、そのあたりまだちゃんと調べられてないのでね、うまく使いこなせてないだけなのかもしれないですね。で、当て感とかに関してはもうリニアですし、結構ですね、素のままの入力がダイレクトに出てくるようなタイプのスティックっていうことでですね、文句なく近距離も当てていけるかなっていう感じがしましたね。はい。ちょっとね、ランク環境的にね、本当に見どころがね、取りづらいっていうんですかね。なかなかね、いいハイライトは取れなかったんですけど、でも、このコントローラーを使ってみた感覚っていうのはですね、もうかなり良かったっていうことですね。で、アルプスティックとかね、ポテンショメーターのスティックと同じかって言われるとですね、やっぱり感覚なんか違うんですよね。アルプスティックのあの感覚っていうのは一体何がね、原因なのかっていうのはよくわからないところなんですけど、ちょっと違うっていうのはやっぱりありました。なんでね、そのあたり若干慣れは必要で気にされる方っていうのはいるかもしれないですね。でも個人的にはね、ぜひプロゲーマーの方に一度この基板っていうのを使ってみてですね、感想をね、聞いてみたいなっていうのはすごく思いますね。はい。で、デュアルショック4にマリウスのボードをね、実装する方法について、説明していきたいと思います。普通にですね、デュアルショック4の背面の4つのネジっていうのをですね、外して、バックパネルの方をね、開けていってあげます。バックパネルにはこのようにケーブルがね、接続されているので、基板側のところをね、普通に引っこ抜いてケーブルを外してあげて、で、バッテリーをね、浮かせるとそこに、この基板を固定するネジがありますので、こちらを1本だけね、シルバーのネジを外してあげます。そしたらね、このバッテリーブラケットが外れてきます。またこの状態でフロントパネルもね、外れてくるんですが、その際にこのリボンをね、リボンケーブル外してあげます。このリボンケーブルが引っかからないようにしてあげてからこうやってですね、フロントパネルを外して中身がね、むき出しの状態になってきますね。で、このスティックのキャップの方をね、外してあげて後で再利用します。この状態まで来たらですね、この振動モーター除去をしてあげます。普通にハサミとかでこうやってね、切っちゃえばいいかなっていうふうに思いますね。このケーブル、左右でね、片方ずつ、2本ずつあるので、こちらを切っていってあげますね。どうせね、マリウスのボードでは振動機能使えないので、振動モーターをね、外してしまって軽量化したいと思います。で、この振動モーター結構両面テープとかでね、ガチガチに固定されているので、こうやってね、ラジオペンチみたいなもので、思いっきり引っ張ってあげるとこうやって取れて普通にね取れてくるので、特にねネジとかで固定されてるわけではないので両面テープをね、力技で、剥がしてあげるっていうそんな感じですね。はい、そしたら、このままですねこの左右のところに爪があるのでそれをちょっと開けてあげて、基板っていうのを外してあげます。この基板部分っていうのがマリウスのね基板に置き換わるっていう感じですね。はい、マリウスの基板ですね、送られてきた状態ではあんなプチプチに入ってたんですが、これをそのまま、これ反対なんで裏返して、はい、装着していくっていう感じです。普通にね元ついてた基板の代わりに装着すればそれで OK ですね。
はい。で、スティックのキャップをね、先にはめてあげちゃいます。先にね、ネジ止めしてあげた方が本当はいいんですけど、忘れないうちにスティックキャップはめてですね、で、ここのね、タッチパッドのケーブルが挟まらないようにですね、位置を調整してあげた状態でフロントパネルをくっつけてあげますね。はい。で、ネジ止めをね、ずっとやってないんですけど、なぜかここで拡張ボードを、こんな風にね、つけていくっていうね、ちょっと手順めちゃくちゃなんですが、この拡張ボードはね、とりあえずここに装着してですね、背面ボタンつけない場合もなくさないようにつけておいてあげるのがいいのかなっていうふうには思いました。で、この段階でバッテリーブラケットを留めていたシルバーのネジでですね、この基板とフロントパネルっていうのを固定していきます。ネジ止めが完了したらですね、この段階で、前面のね、ボタン類っていうのがちゃんと押せるかっていうのは確認しておいた方がいいですね。はい、こんな感じで、全てのボタンが正しくね、押せるかどうかとかね、挟み込みがないかを確認します。続いてマリウスボードの方の端子のこのロックを外しておきます。この黒いやつがロックになっているので、これを上に浮かしておいてあげて、で、バックパネルの方の先ほど基板に接続していたケーブルをね、この端子に接続してあげて、で、黒いロックをね、下に押し込んでやってロックをかけます。そうするとですね、外れなくなりますね。で、この段階でですね、動作確認を行っておきます。PC に接続して、で、ボタン類だけ動くかどうかチェックしました。スティックはまだこの段階では動きませんので、ボタン類だけね、正しく動作するかっていうのを見ておきましょう。はい、それで、バックパネルをはめて、ネジ止めをね、4箇所やっていってあげたら、実装が完了するっていうことですね。シンプルにね、デュアルショック4に組み込むのはたったこれだけで、組み込みが完了します。はい。で、エクストリームレートの方のですね、背面ボタンキットですね、こちらを、組み上げる方法なんですが、こちらの付属してくるですね、追加用拡張ボードみたいなのがね、三角形のものがついてくるんですが、こちらにですね、このように、背面ボタンの方のケーブルをですね、接続していきます。この拡張ボードにはそれぞれですね、0番、1番、2番、3番、4番、5番っていう風に番号が振られていて、で、それぞれにこうグラウンドがあるのでですね、このエクストリームレートの拡張ボードのこの配線の方にもグラウンドと信号線っていうのの2つがね、しっかりと記載があるので、それぞれしっかりその通りにこう、1、2、4、5って私は接続したんですけど、こんな風に接続していっていただけたらですね、いいですね。エクストリームレートのね、基板から剥がして、で、こっち側にハンダ付けするっていう風にするだけで OK です。で、これをこちらのね、マリウスのボードのここにね、拡張ボードを接続してあげます。で、エクストリームレートのね、このキットって USB Type-C に変換するボードがついてくるんですけど、それは使えないので、DualShock 4からここのね、マイクロ USB のボードを持ってきて、で、そこからこういうケーブルをつなげてですね、で、マリウスの方のところにつなげてあげるという形ですね。なんでちょっと残念ながら USB Type-C 化っていうのはできなくてね、USB Type-C のここのエクストリームレートのボードを使うと正しく動作してなかったので、そこだけ注意が必要になってきます。これで、あとは、Web のね、GUI の方でマリウスのボードの拡張ボタンですね。そこの設定をしてあげるだけで OK っていう感じになってます。はい。で、組み付けが終わったらですね、まずファームウェアをインストールしなければスティックが全く機能しなくなります。なので一回このように、コントローラーを抜いてですね、右スティックの押し込みを押しながら接続をしてあげます。で、コネクトデバイスでやってあげるとですね、はい、このようにですね、ファームウェアのインストール画面が出てきますね。このね、ウェブサイト自体の共有っていうのはちょっとできないんですが、購入した際にね、送られてくるはずです。で、このファームウェアのバージョンを選択してインストールってやります。私のね、こちらはもうすでにインストールされているので、これで、OK ですね。で、インストールが終わったら今度はキャリブレーションの方ですね。こういったキャリブレーションのウェブ画面がありますので、こちらでキャリブレーションを行います。で、ホームボタンを押しながら接続をします。
はい。これで、接続ができるので、こちらで接続ってやってあげると、このようなね、キャリブレーション画面に来ます。私のこちらボードね、左スティック破損してしまったので、ちょっとおかしいですけど、ここでキャリブレーションっていうのをね、やっていきます。でですね、一点だけ気をつけてほしいところっていうのが、ここですね。アウターデッドゾーンの値っていうのをですね、何%か設定することができるんですけど、基本ですね、0にするとですね、これ、どうしてもね、この右端とか下とか左端、上の端っこら辺の値がね、マックスにならないですね。これ2ってなってますけど、これね、2とか1とかってこれね、マックスじゃないんでね。これも248っていうのはマックスじゃないですね。こっち側も3とか出ますね。右は255なんで、問題ないんですけど、マックスじゃなくなっちゃうので、ややアウターデッドゾーンを付け目にしてあげる必要があります。で、アウターデッドゾーンの値っていうのはだいたい 3% から、5、6% ぐらいまでのね、値を設定すると、一般的なね、スティックの可動域になるっていうことですね。私はね、これ、右スティックに関しては 6% とかね、設定してあげたりしてました。左も6でいいかな。6% ぐらいね、ちょっと大きめに設定してあげるといいかなっていうところです。で、追加ボタンをエクストリームレートの方で、設定っていうかね、ハンダ付けされた方はですね、ここで、ボタンを押すとこうやってハイライトされるのでですね、そこに割り当てたいボタンをここから選んで設定してあげるっていうことができるようになってます。で、LED のね、色の設定とかですね、トリガーの設定とかもできますし、あとはね、既存のボタンに関しては特にね、変更とかできないんですけど、ポーリングレートの設定っていうのもできます。125、250、500、1000、2000、4000、8000ですね。で、8000Hz で使うとね、どうしてもゲームが重くなったり、PC が重くなってしまうっていうことがありますので、その場合 4000Hz に下げてあげてもいいかなと思います。4000Hz でもそこまでね、めちゃくちゃ遅延が増えたりということはこの基板に関してはね、ないと思いますので、全然 4000Hz とかでもね、FPS 重視でね、4000Hz で使うっていうのもありかなっていうふうには思いますね。はい。設定に関しては以上です。はい。で、実際に設定してあげるとですね、シンエンドチェックやるとこんな感じですね。今、アウターデッドゾーンが入っているので、上下左右、下はダメか。今これ 3% になってるんでダメですね。やっぱり、下はね、この96863っていうのでね、1.0 にならないんでね。じゃダメですね。6% ぐらいアウターデッドゾーンは設定してあげる方がいいのかなっていう気はします。左スティックは上に行かないです。はい。本当にショックだな。はい。新エンドの方もね、4.2% っていうことで結構優秀かなと思います。視覚度合いに関してはですね、35% ぐらい斜め入力でマックス入力じゃなくなるっていうことで結構ね、どちらかというと四角形よりも円形に近いような新エンドになっているっていう形ですね。現状、この四角形とか円形とかの切り替え機能っていうのはないっていうね、形になってます。はい、以上ですね。マリウスハイヤーさんが作成されました JDM5X プロトタイプボードのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。とにかくね、速くてリニアで完璧な、しかもね、体感までできてしまうっていうね、ところで本当に素晴らしい製品だなっていうふうに思いました。まだプロトタイプってことなんですが、これからね、製品化しっかりしていくっていうのが本当に楽しみでならないですね。これならプロ選手とかも全然これでいいって思われるんじゃないかなっていうふうには思います。なんでね、そのあたり一気にプロ選手に広まってくると、これが爆発的な人気になってくるんじゃないかなっていうところなんですが、でも、おそらくですけどね、サードパーティー製コントローラーもこれのやり方っていうのは真似してくるんじゃないかなって思いますね。そんな、将来ですね、こうなってくんじゃないかみたいなところを見せてもくれたかなって思います。8000Hz っていうだけじゃなく、スティックモジュールのね、このセンサー部分との通信も同期で、シリアル通信するっていう風にしてですね、しかも 8000Hz でね、こちらとの通信もリアルタイムに行うっていうね、そういうやり方をしているボードっていうことで、そのあたりがね、今後のトレンドにもなっていくんじゃないかっていう風な感じがしましたね。今はあくまでアナログ通信でですね、電圧の工程っていうのを測っているっていう、そういう単純なね、仕組みにはなってるんですけど、このボードのやり方っていうのがね、これだけいいっていう風になるとですね、これがトレンドなんじゃないかなっていう風には思いましたね。はい。
はい、以上ですね。モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。